どうも AP 山下です。10月後半シーズン上五島のロック&ショアですね、釣りのポイントをチェック行ってきました。まずはですね、堤防のライトショアジギング&マイクロですね。ジギングになってます。メタルジグは 26g と 9g を使って釣りしてます。動画を見てもらったら分かるんですけども、だいぶサバのですねライズであったり、そういうのに混じってサワラの子供のサゴシですねが入ってきてるのが分かったので、それを狙いに行ってきました。タクロは7フィートのロットに2500番のリール、 P は 0.85 ですね。リーダーは最初はフロロの20ポンドを結んでたんですけども、バイトでブレイクされたのでナイロンの40ポンドまで上げてます。メタルジグのフックシステムはリアにキャスティンパイクですね。シングルフックを1個スプリットリングでつなげてます。スイミングアクションですね。ほぼ横の釣りのアクションの誘いなので、リアにシングルフックを1個つけることによってアクションですね、できるだけ左右にお尻が触れるように、リアの方がアクションをできるようにセッティングしてます。バイトに対してフッキングはやはり悪かったんですけども、バイトをしてきたのがおそらく5回か6回ぐらいあったかなぐらいでしたかね。それに対してしっかりフッキングできたのが1回なので、それが結果的に1匹サゴシキャッチできたんですけども、それによってやはりフッキング率ですね、低いせいでキャッチできなかったのも何匹かいましたね。もちろんキャストの範囲内に入ってくるタイミングはかなり少ないので、そういうところを注意しながらできるだけ広範囲ですね探りつつ休めつつの釣りをしていきました。10月後半でキャッチできたのは久しぶりさですねなります。去年はほぼ出てくるのもなかなか見れなかったので、ようやくですね久しぶりにキャッチできてよかったです。反応もですね、やっぱし群れの個体も少ないので反応はそこまでいいとは言えなかったんですけども、しっかりメタルジグがですね入ってくれればバイトしてきてくれましたね。それとサバもいたんですけどとかアジですねもういたので、それが反応してくることもあったんですけども、おそらくですねショートバイトもリーダーが切れるということになればサゴシになりますので、それがほとんどじゃないかなと思ってます。反応があったのはですね。で動画のタイミングが夕間詰めになるんですけども、その他朝間詰めとかですねチェックしたりとかしてみたんですけども、風の影響とかですね、天気とか潮回りで水質の変化が結構大きかったので、要するに水がクリアになったりとか濁りが入ったりとかですね、そういうのも変化が大きかったので、それによって反応が良かったり悪かったりというのもあったみたいです。実際キャストして結構群れで
ベイトサイズもそれなりに小さくても反応はしてきてくれる時も結構あるんですけども、それでもやはり反応してこなかった時とかもありますし、結構なかなかですね、ベイトフィッシュの数は少ないのか、それによって出てくるタイミングっていうのは今後もしかしたらあるのかもしれませんし、そういうベイトフィッシュがですね、もう少しサイズが成長してから出てくる可能性もあるんじゃないかなと思ってますので、もしかしたらですね、そういうのも出るかもしれませんし、そういうのもまた去年のようにですね、あまりないかもしれませんし、ぜひちょっとサバとですね、サゴシのナブラといいますか、ボイルですねの違いをよく見てれば違いがよくわかりますので、そういうのでちょっと見分けてもらったらいいんじゃないかなと思います。その他ですね、そういうサゴシがちょっと反応が悪いときは表層のナブラで出てるサバとかですね、そういうのをキャッチできたんですけども単発でしたね。それは 9g とかですねを使ってキャストしてみたりするんですけども、飛距離がだいぶ出ないのでサゴシのバイトは得られてなかったですね。その他アラカとか釣れてますけど、そういった感じでちょっと水質の変化によっても反応はだいぶ変わってきますので、そういうタイミングのいい時があれば青物もこういう表層でですねナブラ打ちっていうのも楽しめるんじゃないかなと思ってます。まだちょっと渋いっていうかサイズもそこまで大きくないですし、ちょっと渋いかなっていうのはありましたけども、なんとか10月後半ですね1匹だけキャッチはできました。その他何匹かですねナブラも何回か見ることはできたんですけども、キャスト範囲に入ってこないということもありますので、そういうタイミングもあったんじゃないかなと思います。そしてアジング編ですね、ほぼメインは夜になるんですけども、これは結構面白い釣りができましたね。サイズは10センチ台がメインでありなんですけども、場所によって20センチ台も釣れるとこもありますし、最大サイズでおそらく20センチ後半はないか25センチ、サイズは測ってないんですけどおそらく目測で20前半ですかねが25センチぐらいが最大で、小さいのは10センチぐらいですねになってきます。数は20匹ぐらい釣れるとこもあれば、そうではないポイントもありますし、バラバラでしたね。何より反応がいいところ、水が先ほども言ったようにいい時悪い時がありますので、そういうところで反応が良かったり悪かったりっていうのも大きかったですね。でワンの先のポイントとかですね、結構ワンの方にベイトフィッシュも入ってきてるのかなと思ってたんですけども、予想以上にベイトフィッシュも少なくて、表層でですね湧いているベイトフィッシュもかなり少なかったです。それによって横の釣りですね、ほぼただ巻きでサイズが合っていればほぼ食べるような状況じゃなくて、かなりシビアな状況な日もあれば、逆にですねポイントによってはベイトフィッシュのキビナゴの子供とかですね、そういうのが入ってきてたりするポイントもあってですね、そういうところであればメタルトスとかですね 9g でも食べますし、バイトしてきますし、 LB ブレード3号ですねの単体でも釣れましたし、
スタンプラグ 55S とかですね、こういうミノ系でも十分10センチ台の味になるんですけども、そういうのも十分釣れますのでかなり強いですよね。そういうベイトフィッシュを捕食してライズをしている状況が多いとこポイントであれば、そういうとこも時もあったんで、そういうとこをではそういうポイントでは、スタンプラグ 55S とかですね、ミノとかで使って、遊べる時期なのでそういうのを使ってみてます。これサイズ写真はちょっと小さいんですけど、その他ミノです。ジグヘッドですねとワームでジグタンで20後半ぐらいは取れてますので、とサーバーですね、反応がやはり夜でもジョエット周りもついてるところはよくありましたね。活性のいい時は結構こういう風にですね、何でも釣れたりとか、表層ただ巻きで数も上がってくるんですけども、結構渋い時ですねはやはりワームとかですね、ジグヘッドのグラム数であったりワームのサイズとかですね、そういうのも意識して釣りをしてみると数は伸びましたね。あとワームのローテーションも結構効果がありますので、味もですねかなり目もいいので、ワームのサイズベイトフィッシュを食べてない時は意外と難しかったりするんですけども、そういう時は結構リフト&フォールとかですねが効きますし、レンジを結構広めに取ったりとかですねするような釣りであったりとか、上下の釣り縦の釣りをちょっと入れてやると反応が良かったりします。それとですね、やっぱりワームの匂い付き匂いなしとかあるんですけれども、そういうのも結構反応が良かったりしますんで、特に水質濁りが入った時ですね、味も見えにくいでしょうし、活性がちょっと起きたなっていうタイミングであれば、側線に訴えかける水の波動プラス視覚聴覚、目に聴覚で視覚ですね、聴覚であったり嗅覚ですねに訴えかけるような、できるだけそういう要素であるワームをできるだけ使ってやることで反応が得れたりしますので、そういうところを考えてワームをセレクトしてみるといいんじゃないかなと思います。そういう形で結構状況がコロコロ変わったような日で釣りができたので、いろいろ試すことができて楽しかったですね。はい、そしてロックショアですね、平正と青物の平正青物ですねと平スのシーバスですね狙いになるんですけども、メインはほぼ磯で組んでみました。でまずちょっと反応のなかったちょっと軽く堤防もチェックしてみたんですけども、シーラとか入ってきてないかなということでチェックしてみたりしたんですけども、反応は得られませんでしたね。風の影響もあってだいぶ向かい風でキャストの飛距離も稼げなかったですし、そういうのも影響もあったんですけども、でもそれによってですね、その他にもいい情報があって、イワシも10センチぐらいのイワシの群れが入ってきてるみたいです。それはどうやって確認できたかというと、これをちょっと気に調べてみて、なんか珍しい鳥が空からですね
海の中に突っ込んでるなということで、ちょっと動画では撮れてなかったんですけども、それを3回4回ですね見ることができたので、それも目の前でですね、空中から勢いよく水中へとダイブしていってる鳥はなんか見慣れない鳥だなということで自分にはですね思ったんで、調べてみるとカツオドリっていう鳥みたいで、それがいましたね。トンビとかですね、ハヤブサとか結構表層で餌を取ってる鳥、あとウミウでとかね、ウミウはちょっと潜りますけど、ウミウももちろんいましたけどね、そういうカツオドリっていうのは空中から勢いよく水中にダイブして、ある程度水中海水のですね海中の深くまで潜って魚を取ってるみたいです。でそれで口に加えて水面まで上がってくるんですけども、そこで加えてたのがさっき言った10センチぐらいのイワシだったということですね。それでベイトフィッシュもやっぱしいるんだなということも確認できたんですけども、その取っているサイズですね、水深がおそらくほぼ目では見えない水深なので、多分4メーターとか5メーターですね、ラインとかにいる群れなんじゃないかなと思ってますね。実際目に見える小さいベイトっていうのもありますので、そういうのは確認できたんですけども、10センチ台のイワシですね、ウルメイワシのようなそういうとかカマスとかですね、もしかしたらいたかもしれませんけど、そういうのが食べてるっていうことになればだいぶレンジは深いんじゃないかなということで、下からですね青物が食い上げているとかプレッシャーかけてる状況であれば、だいぶ水面の方でですね寄ってきたりすることもあるんじゃないかなということもありますので、状況的には悪くなかったんじゃないかなと思いますね。ただタイミングですね、ほぼ急いで時間を取ってたので、取る計画をしてたので、そこの面で少しの時間になったんですけども、状況良ければもしかしたらシイラなり、青物なりですね、取れるタイミングはあるのかもしれませんね。そういうことで堤防の方はですね一旦話を終わりにして、磯の方にメインのですねなったんですけども、いくつか回ってみて、海とかですねベイトフィッシュの気配はかなり感じるんですけども、肝心のヒラスズキの反応が得られるポイントっていうのはなかなか見つけることができなかったんですけども、唯一ですね貴重な一匹を 10月前半に引き続きキャッチできました。サイズは50センチぐらいなんです、ヒラフックのサイズなんですけども、自分としては貴重なね、十分貴重な一匹を取ることができました。それもですね、青物の反応が去年ですねあったポイントでヒラスズキがいたので、かなり青物の気配っていうのは少ないなというのは結果的に思いましたね。ベイトフィッシュですね、サラシが出てたんですけども、そこについているベイトフィッシュサイズもやはり小さかったですし、そこの面で見えてる面で集まってきているベイトフィッシュについているヒラスズキですねもうトップウォータープラグでですね、ルアーに出るんじゃなくてルアーのちょっと離れたところにライズが1回出たんで、それでほぼ確信を持てたので結構集中して釣りは狙ったりとかですね、その後のメタルトスの LBS で釣りをすることができたんですけども、
平正のバイトはですね、おそらくなんですけども、ちょっとそこで飛距離を取れたんで、70m か 60m か 70m 先ですねぐらいの距離で一回青物らしきバイトが出たのかもしれませんね。もしかしたら平鈴木の可能性もありますけども、ちょっと一回それが反応があったぐらいですかね。その他は反応はなかったですね。で今回ですね、振り返ってみるとルアーローテーション的にはトップウォータープラグの12センチのフローティングタイプからメタルジグのブレードジグですね、ブレードジグに変えてるんですけども、こういうベイトフィッシュですね、意識しやすい状況、10月の前半と同じでルアーローテーション的にはそういう形になってるんですけども、このパターンは結構いいなというところがあって、もちろん分かる人には分かるんですけど、その青物ももちろんいないとかチェックもできるんですけども、トップウォーターですね、ポッパーで12センチを絡めることによって小さいマイクロベイトフィッシュですね、そういうベイトフィッシュもだいぶ集められるんですよね。要するに沖から水面でプレッシャーをかけることによってさらしのある岸の方ですね、自分がいる立ち位置の方にベイトフィッシュを集中させることができるというメリットがあるんですよ。それによってそこにを意識してるヘラスウキ、回遊してるヘラスウキとかですね、意識してるでいついてるヒラスウキっていうのは意識して活性も上がってきますんで、ルアーローテーションで見えるベイトフィッシュに合わせてやってみるっていう考え方をこの前ですね動画にしたんですけども、それで最初からヒラスウキにないで釣りをしてみるっていうのもいいんですけども、逆にですね小さいベイトフィッシュを集めるために一回トップウォータープラグを間に挟むということのルアーローテーションの方法も面白いんじゃないかなと思って、今回ですね結果的にそういう形になったんじゃないかなということで、ちょっと状況を見てみるとそういうパターンの方が結構強くなってます。トップウォーターをまず投げて、もちろん青物をチェックする。でいなかった場合はベイトフィッシュが寄せられる岸の方でですね、とかさらしの付近にベイトフィッシュを集めることができる。でそれによって集められたベイトフィッシュをヒラスウキが食べに来る。で食べに来たり意識したりする時にダウンサイジングしてメタルブレードジグに変えることによってそこを意識してるヒラスウキ、活性の上がったヒラスウキにルアーにですねアプローチしていくということで、そういう形の釣りになってます。これはもちろん考え方にもよるんですけども、そういう形でいろんなですね釣り方もあると思うんですが、そういう小さいベイトフィッシュには有効だったりするようなパターンもあると思いますので、今回ですねそういう釣りを今回も一匹そういう形でキャッチできたということは結構いいパターンじゃないかなと思います。何よりこのベイトマイクロベイトに合わせ込むことができるブレードジグですねを使うことによってキャッチできた一本になりますんで、それを今回ですねちょっと考えてみて良かったかなと思ってるパターンってじゃないかなと思います。でやはりメタルジグ
写真ですね見てもらったら分かるんですけども、メタルジグはほぼピックアップの時とかですね磯とかにぶつけますんで剥がれたりするんですけども、それの影響もありつつ、やはりブレードの LB ブレード3号はほぼ無事なんですよね。フラッシングもですね、強度も柔らかいのでダメージは受けにくいんですけども、もちろん回転しますんで、そういうのもあってかなりブレードの効果出てるんじゃないかなと思ってます。これも10月前半ですね。もう状況を見ても分かりますし、後半とですね、やはりトレブルフッキングちょうど反転して LB ブレード3号の方リアの方にバイトしてきている印象をかなり受けますので、そういうのがいいところですね。そのままかかってますんで、少しトレブルフックですね引っかかりやすくなるんですけども、確実にバイトをものにしたいときはですね、キャスト精度を頑張って上げたりとかですね、ピックアップのトレースコースとかを考えてうまく使い込んでやるともっと面白いんじゃないかなと、うまく使えるんじゃないかなと思って、これからですね、その辺をレベルアップしたりとかですね、これからのベイトフィッシュですねに合わせ込んで、もっと去年取れてなかったですねヒラスズキも取れるようにしていきたいなと思ってます。で、青物とヒラスズキどっちの取れる確率が高いかなというと、断然、結果から分かるようにヒラスズキの方がもしかしたら確率が高いのかもしれませんね。自分的にはそっちの方がまだ楽しめるんじゃないかなと思ってます。ただちょっと数のですねやっぱり少なかったりとかですね、そこの面ではありますんで、ヒラスズキも一匹反応したりとかですねしたり、群れでいるのも一匹釣られると反応してこなくなったりとかですねしてくる時もありますので、それは一概には言えないんですけども、青物の狙いであればきっちり時間とかですねポイントを見極める必要もありますし、タイミングですねもうかなり選ばないと釣れない状況の方が強いかもしれませんね。何よりベイトフィッシュがかなり小さいような印象がありますので、成長がですねまだ進んでないような状況のエリアが多いんじゃないかなと思ってますんで、それに合わせて今回ですねブレードジグがやったりとかですね、そういうのも絡めてうまくハマっていると思いますので、ヒラスズキもですねこれからまた11月に向けていろいろ考えてみたいなと思います。